改めてなんですけど、今回、震災があって、いつ頃からこういった支援に入られたんでしょうか。一番最初に入ったのはちょっとうる覚えで3月の22か23にまず最初、いろいろこういうことをやってる友達から電話があって、ちょっと現地ぐちゃぐちゃなんで、っていうことだったんです。最初はね、でもほらボランティアとかいっぱい来てかえって混乱を起こしてるっていうのを聞いてたし、そうだろうなと思って、どうかなですぐ行くのはどうかなと思ってたんですが、一応見ておこうと思って一旦来たら案の定混乱してて、でもその後すぐに韓国行かないといけなかったんで、韓国にちょっと用事があって行って、で行った先ではもう日本のための慰霊とか、それから、救済措置のための寒波募金とかの活動があったりとかして、外国でもすごいやっとるんやなっていうことで、予定よりも早く日本に帰ってきて、日本に帰って自分の家に着いたのが4月の3日で、4月の4日にすぐ現地に入って、で何が必要なのかとかそういうのちょっと全部調べて、4日に戻って6日の日に4日に入って6日の日に山形戻って緊急会議を開いて、仲間集めて緊急会議開いて、ちょっと間違ったかな、ごめんね、ちょっとそこ5日に戻って6日に緊急会議で、また石巻入って必要なものは何かをもう一遍全部みんなで洗い流しして、もうそこから入ってます。だから具体的に石巻ちゃんと入ったのは4月4日ですね。4月4日から入って、でその時はまだテントとかもちゃんとなくて車で寝泊まりしてて、そのうちテントが届いて5日6日7日ぐらいからテント張って、今日いた渡辺君とかあと瓜君とかと一緒に入って、でテント生活という感じです。テントで入ったら、やっぱりその頃は寒くて夜なんかマイナス4度とかなってたし、雪も降ってたんで、2週間もしたら要するに食べてるものはもうカップヌードルと菓子パンと魚肉ソーセージだから、もう体もおかしくなってくるし、その時点では要するにどこに行ったら物が買えるのかとか、それから長靴が壊れたらどこで、手に入るか、そういうの分かんない人がいっぱいいたんで、まず最初はそういうものがどこに売ってるのかとか、テントを張ってて要するに水浸しになったらどうするのかとかという、そういう救済措置ですね、インフォメーションと救済措置の方から入りつつ、そればっかりやったわけじゃないですよ。それしながら泥出しに行ったり瓦礫処理に行ったりとかしてました。そうやってると今度は次々にニーズが出てくるわけですよ。それは被災者からのニーズだけじゃなくって、ボランティアをやってる人たちの方から、例えば長いこといるから食器を洗いたいと、食器洗うんで水があるんだけどその水を流す先がないからバケツに入れてどっか捨てに行ったりしてるけど、それどうしたらいいかなとかいろんなことがあったんで、じゃあこれはその辺解決するのにボランティアって言っても多い時には500人600人もっと住んでますからね。もうその人たちに俺らがやったってそんな全部対応できないんで、とりあえず身の回りの人からあそこに行っちゃいいよとかやってたんです。で今日ここにいますけども、このままではちょっと僕ら自身もやられるし、体壊した人たちを安心な場所に移動できるようにしないといけないというので、今ここにいるこの場所をうちのたまたまスタッフやってたやつがこの集落出身だったんで、そこの人に借り受けて、こういう活動してるんですけども、ですから今日周平さんがおっしゃった通り、とにかく来たボランティアが長靴で釘抜き防止がないと危ないから、はい、釘抜き防止ここにあるよとか、だから軍手で来ちゃったけどビニール手袋じゃないと泥入ってきちゃうよとかっていう時に、そういうものを全部揃えてあると、あと消毒剤とか薬とか、それから見ての通りの寝るところとかで、あとは中にはここに入らずにもう一度テントに戻るやつもいるから、そういうやつのための経口食料とかそういうのも全部蓄えて、とにかくボランティアが活動しやすい、ボランティアのためのボランティアみたいなことを大体活動の中心でやってます。でもそれだけじゃないよ、ちゃんと現場行ってる。今日の牡蠣の殻にまみれて漁具出してましたけど、こんな感じです。でボランティアのためのボランティアというので、それで実際石巻にもボランティアセンターっていうのもあるわけなんですけど、そういったところとのやり取りみたいな仲良くやってますよ。ただボランティアセンター自体ももともと社会福祉協議会が中心となってやってまして、彼らは本当にしっかり仕事してます。だけど
地震対策とかその津波対策っていうのを専門でやってたわけではないので、しかも起こることはそれこそ今流行りの想定外ばっかりなんで、それに対して処置をしようと思ったらどうしても100% はできますよね。かといって僕らも 100% できるわけじゃないですけども、お互いにできるところで、彼らは特に組織としてしっかりしてるから体系だったことをボランティアセンター、社会福祉協議会の方がやるし、で今日みたいに流されたご本尊様を復活させるっていうのはこれ行政のはちょっと手の届くところじゃないんで、そういうのは僕らの方が今日のご本尊様で僕が中心になってるわけじゃないし、僕はあくまでも手伝いなんですけども、とにかくそういう、もっと今言ったみたいにいろんな手伝いに柔軟に入っていけるような、明日は落語がありますし、だから今日はカキ殻にまみれて明日は落語という、そういう何でもやるっていう感じですね。そういうことで、それもちゃんと社会福祉協議会ボランティアセンターの方と連絡取りっこしてやってます。でとにかく何か作業するときに、一個言えるのは、被災している方々がもう僕たちが必要ないよ、来なくていいよっていうまでまずやろうと思っています。それまでの間っていうのはいろんなことが出てくると思います。最初4月に入った時にはまさかこんな漁具の回収とか、カキ殻が絡まった網を引っ張るなんて思ってませんでしたよね。でも今日はそれをやってると、でまさかその時には津波で流されたお社をなんとかきれいにしてご本尊様掘るなんてことは思いつきませんでしたよね。だから目の前でニーズというかやるべきことが出た時にできないよって諦めるんじゃなしに、どうやったらできるのかと、で誰と相談すればできるのかっていう工夫しながら、次から次に手を打っていくっていうのが、今後のことで、これまでもそうだったし今後もそうだし、そこで言えるのは今日も一緒にいて分かりますけど、例えば今日なんかも四万十の人とか、それから河口湖の人とか、あと北海道のやつもいたし、全国いろんなとこからいろんなやつが集まってるから、そいつらと協力し合うことによって今までだったら不可能だったことが可能になっていくと。で最初入ったばっかしの頃に例えばお社さんのご神体様掘りましょうって言ったらその不可能だったし、ホラ貝吹いてくださいって言っても吹く人いなかったしそれがみんなつながっていって今日見てきたことが可能になってるわけじゃないですか、でこの先またいろんなことが出てくると思いますけども、その時はもっと強固にみんな人間のつながりができてますから、もっと幅広い奥の深い活動ができると思うんで、だからコンセプト的にはできることは全部やる。その時にまずあらかじめできないって諦めるんじゃなしに、どうやったらできるのかっていうのをいつまでも追求し続けるっていう、そんな感じだと思います。